100万。ピタゴラ国旗リレー全部。さあ、始まりました。まず最初に登場するのはギリシャ。オリンピック発祥のギリシャはいつも一番最初に登場します。2番目はアイスランド。木の青は海と空を表しているそうです。3番目はアイルランド。漢字一文字で表すときは愛情の愛と書きます。4番目にアゼルバイジャン。月と星はイスラム教のシンボルだそうです。5番目がアフガニスタン。中央にはモスクが描かれています。さあ、音楽が変わりました。アメリカが6番目に登場です。50個の星は竜の数を表しています。7番目はアメリカ領バージン諸島。カリブ海に浮かぶ島々は観光地として人気です。8番目はアメリカ領サモア。アメリカの特徴白頭鷲が描かれています。9番目はアルプス彫刻列峰。緑は豊かな国土を表しているそうです。10番目に登場するのはアルジェリア。緑は繁栄、白は純粋さを表しているそうです。11番目はアルゼンチン。中央には10を表す5月の太陽が描かれています。12番目はアルバ。開始覚醒は主要4言語と人々の団結、力強さを表しているそうです。13番目はアルバニア。英雄
掴んでるべくが使った旗が元になってるそうです。おっと、音楽が変わりましたよ。14番目に登場したのはアルメニア。3色の旗はアルメニア人に与えられた虹の旗に由来するそうです。15番目にはアンゴラ。山形縄の農民、羽車は工場労働者を表しているそうです。16番目にはアンティグア・バブーダ。カリブ海をイメージした旗は工房で選ばれたデザインだそうです。17番目にはアンドラ。青がフランス、赤がスペイン、黄色はローマカトリックを表しているそうです。18番目にはイエメン。白は輝く未来を表しているそうです。19番目はイギリス。ユニオンフラッグ、ユニオンジャックとも呼ばれ、世界で有名な旗の一つです。20番目の登場はイギリス領バージン諸島聖ウルスラの祝祭日に発見されたことから旗には聖ウルスラが描かれています。21番目はイスラエル。中央にはユダヤ教のシンボル六芒星ダビデの星が描かれています。おっと、音楽が変わりましたよ。22番目はイタリア。緑は美しい国土、白は雪、赤は熱血を表しています。23番目はイラク。中央の緑はイスラム教を表し、神は偉大なりと書かれています。24番目はイラン。旗の緑と赤の中に神は偉大なりと22回書かれています。25番目はインド。中央のチャクラは仏教のシンボルでアショーカチャクラというそうです。
おっと、また音楽が変わりました。26番目はインドネシア。マジャパイト王国に由来する旗で、赤は勇気、白は純潔を表しているそうです。27番目はウガンダ。中央にはウガンダの国鳥カムリズルが描かれています。28番目はウクライナ。青は空、黄色は小麦を表しています。29番目はウズベキスタン。12個の文字は12かけつと12球図を表しているそうです。30番目はウルグアイ。白と青の9つの島は独立宣言当時の9つの州を表しています。31番目はエクアドル。盾の上でアンデスコンドルが翼を広げています。32番目はエジプト。中央の鳥はイスラムの英雄サラリンの黄色の星です。33番目はエストニア。青は空、黒は国土、白は自由への願いを表しているそうです。34番目はエスワティニ。青は平和と安定、黄色は国の天然資源を表しています。35番目はエチオピア。緑、黄色、赤の反アフリカ色はエチオピアが始まりだそうです。36番目はエリトリア。独立に導いたエリトリア人民解放戦戦闘機がモデルです。37番目はエルサルバドル。
青はカリブ海と太平洋、白は海に囲まれた国土と平野を表しているそうです。38番目はオーストラリア。右側の5つの星は南十字星です。39番目はオーストリア。12世紀のアッコンの戦いのレオポルド5世の外位に由来するそうです。40番目はオマーン。ハンジャールという伝統的な探検が描かれています。41番目はオランダ。赤は国民の勇気、白は信仰心、青は忠誠心を表しています。42番目はガーナ。中央の黒い星は自由を表しています。43番目はカーボベルデ。19の星は国の主な島々を表しています。44番目はガイアナ。気象学者ウィットニー・スミスが提案したデザインでゴールデンアローと呼ばれています。45番目はカザフスタン。青は空、平野を表し、黄色は希望を表しているそうです。46番目はカタール。9個のジグザグが特徴的で、縦横比が11対28。最も横に長い旗です。47番目はカナダ。中央には国のシンボル、赤いサトウカエデの葉が描かれています。48番目はガボン。旗のデザインはアルベルト・シュバイツァーの著作「水と原生林の狭間で」に由来するそうです。
番目はカメルーン。緑は南部の森林、黄色は北部のサバンナ、赤は南北の大決を表しているそうです。50番目はガビア。青は北米由来のガビア川を表現しています。51番目はカンボジア。中央には国のシンボル、アンコールワットが描かれています。52番目は韓国。韓国の国旗は太極旗と呼ばれています。53番目は北朝鮮。社会主義のシンボル、赤い五角星が描かれています。54番目は北マケドニア。黄色い太陽は生命と喜びを表しています。55番目はギリア。黄色は太陽と鉱物、緑は農業を表しています。56番目はギニアビサウ。独立に導いた独立アフリカ陶器がモデルです。57番目はキプロス。緑のオリーブの枝は民族の平和を表しています。58番目はキューバ。五角星は民族の自由を表しています。59番目はキリバス。3本の波はギルバート諸島、フェニックス諸島、ライン諸島を表しています。60番目はキリギス。遊牧民の移動式テント、ルートが描かれています。61番目はグアテマラ。左右の青は太平洋とカリブ海の海を表しています。
62番目はグアム。青はグアムの統一を表しています。63番目はクエート。緑はアラブの土地を表しています。64番目はクック諸島。15個の星は主要15個の島を表しています。65番目はグレナダ。スパイスが有名で、左に書かれているのはナツメグです。66番目はクロアチア。赤白の模様はシャホブニツァと言われています。67番目はケイマン諸島。国章の帯には海で築くという標語が書かれています。68番目はケニア。マザイ族の盾と矛が描かれています。69番目はコートジボワール。独立時のコートジボワール民主党。陶器の色が使われています。70番目はコスタリカ。スポーツでは特徴のない旗を使用しています。71番目はコソボ。白は平和、青は欧州との協調を表しています。72番目はコモロ。黄色、白、赤、青は4つの島を表しています。73番目はコロンビア。黄色は金を表しています。74番目はコンゴ共和国。黄色は国民の誇りを表しています。
85番目はコンゴ民主共和国。五角星は光り輝く国の未来を表しています。76番目はサウジアラビア。中央にはコーランの聖句が書かれています。77番目はサモア。左上の南十字星は南半球にあることを表しています。78番目はサントメプリンシペ。サントメプリンシペ解放運動冬季がモデルです。79番目はザンビア。1964年東京オリンピック閉会式で初めて掲揚されました。80番目はサンマリノ。白は雲、青は空を表しています。81番目はシエラレオネ。緑は農業と山。白は正義、団結。青は陽光、フリーターンを表しています。82番目はジブチ。白は平和を表し、独立アフリカ人民連盟の旗が元になっています。83番目はジャマイカ。黄色は太陽、緑は農業、黒は克服すべき困難を表すそうです。84番目はジョージア。十字軍に由来するエルサレム十字が特徴的です。85番目はシリア。緑の星は美しいアラブの土地と統一を表しています。86番目はシンガポール。5つの星は平等、正義、進歩、平和、民主主義を表しています。87番目はジンバブエ。左の鳥は遺跡から発見されたオージンバブエ鳥です。88番目はスイス。正方形の綿として有名でとても珍しい形です。89番目はス
スウェーデン。黄色い特徴的な十字はスカンジナビア十字と呼ばれています。90番目はスーダン。白は平和、黒はスーダンを表すそうです。91番目はスペイン。赤は祖先の勇気、黄色は発見した富を表すそうです。92番目はスリナム。五角星は国の統一と輝ける未来を表しているそうです。93番目はスリランカ。ライオンはシンハラ人、緑がイスラム教徒、オレンジがヒンドゥー教徒を表しているそうです。94番目はスロバキア。使われている赤、青、白は反スラブ色と言われています。95番目はスロベニア。左上の国章に描かれている山は東部アルプスのトリグラフ山です。96番目は赤道ギニア。中央の国章にはスペイン語で統一、平和、正義と書かれています。97番目はセーシェル。放射状に配色されたとても珍しい旗です。98番目はセネガル。中央の五角星は希望と統一を表しているそうです。99番目はセルビア。相当の足が持つ盾にはセルビア十字が描かれています。とうとう100番目。登場はセントクリストファー・ネイビス。白い星はセントクリストファー島とネイビス島を表しています。101番目はセント・ヴィンセント・グレナディーン。ダイヤ模様はヴィンセントの V と宝石を表しています。102番目はセントルシア。世界遺産双子のピトン火山が描かれています。
103番目はソマリア国連旗に由来し、水色、白は平和を表しているそうです。104番目はソロモン諸島。5つの星は5つの地区と南十字星を表しているそうです。105番目はタイ。中央の青はタイの王室を表しているそうです。106番目は台湾。青は民主主義、自由を表しているそうです。107番目はタジキスタン。7つの星は天国にある7つの果樹園。冠は国民を表しています。108番目はタンザニア。タンガニーカとザンジバルの旗を組み合わせたデザインになっています。109番目はチェコ。青は空、白は純粋さを表しているそうです。110番目はチャド。フランスの国旗に影響を受け、フランスの国旗の白が黄色に変化したデザインになっているそうです。111番目の登場は中央アフリカ共和国。フランス国旗と反アフリカ色を組み合わせたデザインになっています。112番目は中国。赤は共産主義と漢民族の色で五星国旗と呼ばれています。113番目はチュニジア。三日月はフェニキアの女神タニスのシンボルだそうです。114番目はチリ。五角星は進歩と名誉。青は空、白はアンデス山脈の雪を表しています。115番目はツバル。9つの星はツバルの島々を表しています。116番目はデンマーク。世界最古の旗の一つでダンネブロと呼ばれています。117番目はドイツ。ルッツォ9軍の軍服の黒マント、赤い憲章、
金ボタンに由来すると言われています。118番目はトーゴ。緑と黄色の5本の島はトーゴの5つの州を表しています。119番目はドミニカ共和国。青は自由、白は平和と尊厳を表しているそうです。120番目はドミニカ国。その中央には国鳥帽子インコが描かれています。121番目はトリニダード・トバゴ。赤は国民の寛容さ、白は平等、黒は統一への努力を表しています。122番目の登場はトルクメニスタン。複雑な柄は部族の伝統的な絨毯の模様です。123番目はトルコ。新月期または月星小期と呼ばれ、オスマン帝国の国旗が元になっています。124番目はトンガ。十字はキリスト教、白は純血を表しているそうです。125番目はナイジェリア。緑は農業と森林、白は平和と統一を表しています。126番目はナウル。星の赤道からわずか南に位置するナウルを表しています。127番目はナミビア。青、赤、緑は独立に導いた南西アフリカ人民気候統期に使用された色です。128番目はニカラグア。中央には国章があり、中央アメリカ、ニカラグア共和国と書かれています。129番目はニジェール。オレンジは北部のサハラ砂漠、白は純血、緑は南部の草地を表しています。130番目はニュージーランド。右側の白く縁取られた赤い星は南十字星を表しています。
141番目はネパール。三角の旗を組み合わせてあるとても珍しい形の旗です。132番目はノルウェー。赤は国民の熱情、白は雪、青は海と国土を表しているそうです。133番目はバーレーン。5つのジグザグはイスラム教の5行を表しています。134番目はハイチ。青は黒人を表し、赤は白人と黒人の混血、ムラートを表しているそうです。135番目はパキスタン。左側の白い帯は非ムスリムの少数派の存在を表しています。136番目はパナマ。青は保守党、赤は自由党、白は平和を表しています。137番目はバナーツ。左側には豚の牙が描かれ、得になったY字は国の形を表しています。138番目はバハマ。上下の南緑色はカリブ海を表しています。139番目はパプアニューギニア。右側には極楽鳥とも言われる風鳥が描かれています。140番目はバミューダ。右の縦に描かれたライオンが持っているのはナンパ船のシーベンチャー号です。141番目はパラオ。青は太平洋、黄色い円は満月を表しています。142番目はパラグアイ。世界で一つだけの表と裏のデザインが違う国旗です。143番目はバルバドス。中央には海の神ポセイドンの水股の矛が描かれています。144番目はパレスチナ。反アラブ色が使われ、パレスチナ解放機構陶器がモデルです。145番目はハンガリー。赤は強さ、白は忠誠心、緑は希望を表しています。
146番目はバングラデシュ。太陽を表す赤い円は少しポール側に寄っています。147番目は東ティモール。赤は独立への戦い、黄色は植民地での記憶、黒は混乱、白は平和を表しています。148番目はフィジー。下地は青でしたが、独立した後、水色に変えられたそうです。149番目はフィリピン。青は平和、赤は勇気、白は平等を表しています。150番目はフィンランド。スカンディナビア、十字が描かれ、白は雪、青は湖を表しています。151番目はブータン。描かれた竜はトゥクと呼ばれ、掴んでいる玉は国の富を表しています。152番目はプエルトリコ。独立の時に一緒に戦ったキューバの旗の色と赤、青が反対になっています。153番目はブラジル。描かれた星座は午前8時半の首都の空を地球外から見たイメージだそうです。154番目はフランス。トリコロールと呼ばれ、青と赤はパリ市表彰の色、白はブルボン朝の白百合に由来しています。155番目はブルガリア。白は平和と自由、緑は農業と森林、赤は軍隊の勇気と闘争を表しているそうです。156番目はブルキナファソ。赤は革命、緑は農業と自然の豊かさ、星は革命を導く光を表しています。157番目はブルネイ。黄色は王家、白と黒は2人の大臣を表しています。158番目はブルンジ。中央の3つの星は3つの主要な民族を表し、同時に統一、労働、進歩を表しています。159番目はベトナム。黄色い星は労働者、農民、兵士、知識人、商人を表しています。
160番目はベナン。緑は希望、黄色は富、赤は勇気を表しています。161番目はベネズエラ。政府用の旗には左上に国章がありますが、スポーツなどでは国章がないものが使われるようです。162番目はベラルーシ。左の模様はベラルーシで広く使われている伝統的なデザインです。163番目はベリーズ。青と赤は独立当時の二大政党を表しています。164番目はペルー。赤は勇気、愛国心、白は平和を表しています。165番目はベルギー。黒い大地に赤い舌を出す黄色いライオンの紋章に由来しています。166番目はポーランド。白いワシの赤い盾の紋章が起源だそうです。167番目はボスニア・ヘルツェゴビナ。黄色い三角形は国土を表しています。168番目はボツワナ。白と黒の帯は人種の融合を表しています。169番目はボリビア。赤は兵士、黄色は国の資源、白は肥沃な国土を表しています。170番目はポルトガル。金色の球体は航海に用いる天球儀です。171番目はホンジュラス。青は太平洋とカリブ海を表し、白は平和と繁栄を表しています。172番目は香港。描かれた花は香港の代表的な花、バウヒニアです。173番目はマーシャル諸島。初代大統領夫人が考えた旗です。デザインは国の地理的な位置を表しています。174番目はマダガスカル。
旗の色は歴史と伝統的な農民の階級を表しています。175番目はマラウイ。赤い太陽はアフリカの希望と自由の夜明けを表しています。176番目はマリ。緑、黄色、赤の半アフリカ色の国旗で、以前は北の紋章がついていました。177番目はマルタ。左上の十字はイギリスから送られたジョージ・クロスの紋章です。178番目はマレーシア。星の光と島の数は14。その数は13州と首都クアラルンプールを表しています。179番目はミクロネシア。4つの主要な諸島、チューク、ポンペイ、コスラエ、ジャップを表しています。180番目は南アフリカ。6色を使った珍しい旗です。それぞれの色に意味はないとされています。181番目は南スーダン。黒は国民、白は自由、緑は国土、青はナイル川、黄色は団結を表しています。182番目はミャンマー。黄色は団結、緑は平和、赤は勇気。中央の星は連邦の永続を表しています。183番目はメキシコ。中央の星は首都創設のアステカの神話を表しています。184番目はモーリシャス。赤は独立への戦い、青はインド洋、黄色は独立による新しい光、緑は農業を表しています。185番目はモーリタニア。三日月闘士は国教であるイスラム教のシンボルです。186番目はモザンビーク。独立当時の与党モザンビーク解放戦戦闘機がモデルです。187番目はモナコ。赤と水はグリマルディ家の伝統的な色です。
188番目はモルディブ。中央に描かれている三日月はイスラム教のシンボルです。189番目はモルドバ。青き赤のトリコロールはルーマニアと同じで両国の親和性を表しています。190番目はモロッコ。五芒星はスレイマンの印象で愛、真実、平和、自由、正義を表しているそうです。191番目はモンゴル。左のシンボルソヨン部は火、太陽、月、地球、水、陰陽を表しています。192番目はモンテネグロ。19世紀のモンテネグロ公国の赤い旗がモデルだそうです。193番目はヨルダン。黒はアッバス朝、白はウマイヤ朝、緑はファテマ朝、赤はハシミテ王朝を表しています。194番目はラオス。中央の円はメコン川に昇る月を表しています。195番目はラトビア。負傷した指導者が白い布でくるまれた時、両足が血で赤く染まったのが由来と言われています。196番目はリトアニア。黄色は体温と繁栄、緑は希望と森林、赤は血を表しています。197番目はリビア。三日月投手はイスラム教のシンボルだそうです。198番目はリヒテンシュタイン。1936年のオリンピックの後、ハイチの国旗に似てるとして1937年に冠が追加されました。199番目はリベリア。11都市は独立政権のソベシャル率を表しています。100番目はルクセンブルク。赤、白、水色はルクセンブルク家の紋章に由来しています。201番目はルーマニア。青の空、黄色は鉱物資源、赤は国民の勇気を表しているそうです。
さ。青が幸福といえば、黄色は経済成長、緑は繁栄の希望を表しています。103番目はレソト。中央に描かれている黒いシールとはバソト帽という帽子です。204番目はレバノン。中央には聖書に出てくるレバノン杉が描かれています。205番目はロシア。白は高潔と素直さ、青は名誉と純粋さ、赤は勇気と寛大さを表しています。206番目は日本。オリンピックでは開催国は最後に入場します。シンプルな日本国旗は日章旗、日の丸と呼ばれ太陽を表しています。終わり。